こんにちは。大学の白山です。今回はこの入り口枠、窓枠ですね。これを入れて壁をやっていきます。もう壁にね、断熱材、全部は全部入りませんけども、入るところだけは入れていきたいと思います。リフォームで一番厄介なのがこの壁の下地ですね。床も天井もバラしてゼロにしてまえば新たに水平に作ればできますよね。壁だけは古い躯体が残ってるってことですよね。そこへまっすぐに下地をしてやる。口で言うのは簡単なんですけども、動物一本打つ言うても基準がないのとまっすぐ立ってないのと、それと建物に対して平行ですね。寸法だけで言ってもなかなかこの建物に平行になりません。それを見るのがレーザーを真ん中へ置いてあれば四方八方完全に立つ水が出てくれますよね。中間で宙を飛んで見るなんて昔はもう考えられなかったんですけど、見えなくても飛んでる。そこに定規を合わせれば寸法が出るおかげでね、楽ではないですけど、レーザーがなかった頃に比べてね、うんと早くできるようになりましたけどね。見てわかる通りね、昔のこの建物は間柱なんて一歩も立ってませんでしたよね。ですから動物は必ず7部を使いましたね。この三尺を間柱も立てずに7部で持たしたんですね。今回も7部の動物を使ってるんですけども、尺を進んで間柱代わりに捨て動物、入るとこは野物を立てたり、狭いとこは動物を立てたり、間柱代わりに垂れておけばね、あとここへグラスウールを入れてやろうと思うんで、それが止めやすいと思うんです。下地さえできてしまえばね、新築と変わりませんからね。下地だけはもうちょっと手間かけて頑張って下地していくようになりますね。これで下地ができました。下地ができてやっと窓枠の寸法が出ます。最初から決めても出ないことはないんですけども、最初にこういう風に下地をします。で下地からサッシまでの寸法を出して窓枠を作って入れてきます。これが一番理にかなってますよね。窓枠はいつも使ってる杉材の赤身の正取りの枠ですね。この材料が一番反りがきませんね。木で作りますとどうしても反ります。正の反らないっていうとこは表と裏の木目の本数が一緒やっていうことですね。一緒ですから伸び縮みも同じになって結局反りが出ない、そういう使いやすい材料ですね。どうしてもね、この新築と違ってリフォームの場合は枠の幅が大きくなりますね。建物のかやりを直すためにね、動物が吹いてきてます。ですから大きめになってもしょうがないですよね。柱も変えてますしね、この枠の厚みが少しだけ傾きの場合は入りませんでした。4ミリ落とすとか3ミリ落とす場合はこの電気ガンナーで1回で落とします。だいたい思いっきりやって6ミリまで落ちますから、この枠をしゃくることに電気ガンナーは削るだけでなくしゃくったような状態で使うことができます。この枠で90のビスで4本ぐらいで踏んできます。踏むのはいいんですけどね、持って歩く時にギシッと緩む可能性があるんで、やはり長めのビスで持ってきます。
窓枠材のコーナーの敷地ですけども、ただスポンと切ってあるだけの芋助で、2枚ずつ合わせて取ってるんですけども、昔はねこれ留めにせなあかんように留めにしました。でも1年後2年後を見たら絶対にこの芋助の方が綺麗なんですよね。使った面打ちになってすいてきませんしね、楽にビスで両側から組めますしね、別に留めにする必要はないんです。これが一番結果的に綺麗だと思いますけどね。壁に断熱材を入れてきます。グラスウールの 50mm と 100mm、2種類用意したんですけども、結構下地拭きましたからね。今見てもらってるのが100のグラスウールです。梱包を上げた時点では 50mm ぐらいしかないんですけども、これが何時間か経って 100mm に膨らむってことなんです。ですから最初のうちにパパッと入れてまうのは理にかなってますよね。薄い間に入れて自然と膨らんできてくれる。50と100にきちっと収まってくれます。土壁の上に断熱ってめったにしないんですけどね。荒壁は本来断熱もあるんですけど、家全体の湿気の調整ですね。でも正直高ボード貼ってビニールクロス貼ったんではあんまり機能しないんですけども、こういう風に荒壁の隙間を蓋して、そして断熱入るだけの断熱を入れてやれば結構違いは出ると、自分では思ってるんですけどね。ダイニングキッチンに入る入り口枠をやってきます。入り口枠は小穴仕上げの額縁が回ってありました。その額縁だけは外したんですけども、入り口本体の元々の枠は残してあります。今度はね、ドアであった入り口を片引きにします。そのために入り口2つ兼用で3メーターの片引きのカモイを入れます。額縁がカモイ兼用になるんですね。壁から吹き出して、そして釣り戸を走らせてやります。既存の枠の上に3方枠で回ってやる、それだけの仕事なんですけども、入り口の枠2つつながってるんですけども、全体では下がってましたけども、この方向だけが唯一水平にほぼ近かったです。これが右左で違ってればね、こういう既存のまんま残すってことはできなかったんですけども、これで片引きのカモイを兼用でつけてやって楽な入り口にこれ生まれ変わると思います。入り口枠はまず最初に大黒柱に戸当たり兼用の穂立てを立てます。それを入り口以上にこの天井まで伸ばして、元々のこの部屋が2つ違いますから、この和室とダイニングキッチンの境目の境界をここで作ってやります。こういう風に古い柱にまっすぐ立てたい時は、かえって小穴じゃくりとかそういう小細工をしてない方がまっすぐ立てることはできるんですよね。久々のこのウレタンボンドでやってます。このボンドのいいとこはよくひっつくんですけどね、もう半年も置いてありますとね、なんか中が鍾乳洞の化石みたいになってね、耳くそか鼻くそみたいなもんやね。これが一つ使いにくい欠点ですね。右の盾を立てた後、カモイになる上の材を入れてきます。この材は取っ手をつけるために締めた時の引き残しを残します。引き残しとは入り口寸法いっぱい開かなくて、取っ手のつく部分だけが入り口に出てしまうってことなんですね。ですからその部分だけが狭くなってしまうんですけども、手すり棒をつけようと思うともうそういう形しかありませんから、それはなかなかね、もう計算とかこれで取りにくいですから、一回当てて、そして実際の寸法を拾ってやって、それから溝をついてきます。それが一番間違いないですよね。
そしてこの建具は3度にします。ですから溝にレールが入ります。深さが21ミリ、これも決まってるんですね。この木目の材料にこの21ミリいっぺんにつこうと思うと、やはり両脇どちらかがめくれてしまうんですね。無理がかかります。ですから最初にこの3ミリぐらいをシューッと軽くついてやるんですね。そうすることで次に18ミリ、今度は深くした時にめくれにくいってことなんですね。ですから少し手間ですけども、綺麗に溝を仕上げたい場合は2度付きにしてね、仕上げます。そして建具の幅いっぱいで溝は止めます。ですから入り口を開けた時の戸当たりはないんですね。溝の留めだけなんです。留めよう思ったら床に専用の留める金物があるんですけども、それは使わずに溝の一番最後の留めで建具は留めます。でもね、この枠材に枠をつける、額縁をつける場合はね、このように小穴がついてあるともう本当に留めやすいですよね。もう持たなくても止まるぐらい。もう本当に昔はね、小穴はついたんですけどね、この頃もよっぽどじゃないと小穴仕上げはしなくなりましたね。巻き込みが多くなったせいもあるんですけども、昔はね、一本一本小穴ついたもんですね。これで入り口枠、焼紋がついたんで壁貼ってきます。キッチンに貼る壁は大半が M クロスになりますね。折り金にキッチン釣り戸がつきますから、下地兼用の M クロスですね。針葉樹のベニヤの上に耐火ボードと同じ材質の紙を貼ってあるんですね。ですからこの上に壁を塗ったりクロスを貼っても引きが一緒とアクが出ないんですよね。そういう耐火ボードと同じような仕上がりになる加工をしてあるってことですよね。便利な材料です。でもコンパネほど硬くはないんですね。ビスの効きもコンパネには負けます。でも便利な材料ですね。これで入り口枠、窓枠、壁が貼れました。全部ではないんですけど、これでキッチンが組んでもらいます。残った壁はね、キッチンの後にまたやっていきます。以上、大工のしょやんでした。